皆さんこんにちは。持田あかりです。今日はキラキラのたわしヤーンとビーズを使ったペットボトルホルダーの編み方を紹介します。たわし用のキラキラの糸にビーズを編み込んで作っています。たわし用の毛糸なのでペットボトルの水滴で濡れても大丈夫なのが嬉しいポイントです。できるだけ丁寧に説明していきますので、ぜひ動画を見ながら一緒に編んでみてください。それではスタート。まずはこの作品で使う編み方です。画面をご確認ください。それぞれの編み方は動画の中で説明していますので、編んだことがない編み方があっても安心してチャレンジしてみてください。次に出来上がりサイズです。500ml のペットボトルを入れるのにちょうどいいサイズです。使用した毛糸はダイソーたわしヤーンです。15g 程度使用しました。使用したビーズはダイソーラウンドビーズクリアです。大きさ 8mm のものを16個使用しました。これ以外の毛糸やビーズを使用することもできますが、ビーズの穴に毛糸が通るものでないと編み込むことができないので、選ぶ際は毛糸の太さとビーズの穴の大きさをよく確認してください。必要な道具は、かぎ針、ハサミ、とじ針、マーカーです。かぎ針は8号 5mm を使用しました。さらにもう一つ、毛糸にビーズを通すための針が必要です。私はダイソーのワンタッチ針を使用しました。これは毛糸用ではなく裁縫用の針です。これ以外の針を使う場合は、針の全体がビーズの穴を通り、かつ針の穴に毛糸が通るものを選んでください。針がない場合は20センチ程度にカットしたテグスで代用できます。この作品の大まかな編み方を説明します。1、毛糸にビーズを通す。針かテグスを使って毛糸にビーズを通しておきます。2、底面を編む。底は円の形に編んでいきます。3、側面を編む。側面を編むときにビーズを編み込んでいきます。4、持ち手を編む。最後に持ち手を編んで糸始末をしたら完成です。それでは早速編み始めましょう。それでは編んでいきます。今回の作品は編み地の中にビーズが編み込まれた作品です。ビーズを編み込む場合は、編み始める前に毛糸にビーズを通しておく必要があります。ですので、使うビーズは毛糸が通るぐらい穴の大きいものを使ってください。今回はダイソーで購入したたわし用ヤーンとダイソーで購入したラウンドビーズを使っていきます。大きさは 8mm のものです。ビーズに毛糸を通すために針を使っていきます。いつものとじ針でこのビーズの穴を通すことができれば良いのですが、とじ針は太いものが多いのでビーズの穴に通らないことがあると思います。今回はダイソーで購入した裁縫用のワンタッチ針を使っていきます。真ん中の一番太い針でビーズの穴を通すことができました。針を用意できない場合、テグスを使って通すこともできます。やり方はこの後で説明します。まずは針を使った通し方を説明していきます。毛糸玉から糸を引き出して、引き出した糸を針に通します。
今回使うのはワンタッチタイプの針なので、この上の部分に毛糸を当てて押し込むだけで通すことができます。普通の針を使う場合は裁縫をする時と同じように針に糸を通してください。通しにくい場合はこのキラキラした部分をカットして通しても構いません。針に糸が通ったら、あとはここにビーズを通していきます。つけたい数のビーズをあらかじめ通しておきます。今回は16個通していきます。ビーズの数はお好きな数で構いません。たくさんつけすぎると出来上がりがすごく重くなってしまうので、あまり多くしすぎないのがおすすめです。針を使わずに通す方法としてテグスを使った方法を紹介します。10センチから15センチほどテグスをカットして、先の方に丸い輪っかを作っておきます。テグスの輪っかの部分に毛糸を通して、毛糸とテグスがつながるようにしておきます。この状態でテグスにビーズを通します。ビーズを通したらそのまま毛糸の方まで持っていき、このように通すことができます。毛糸に16個ビーズを通すことができました。通し終わったらワンタッチ針は外しておきます。それではここから編んでいきます。この糸端の部分から編み始めます。常に毛糸玉と糸端の間にビーズがある状態で編んでいきます。ですので毛糸を引き出すときにビーズを毛糸玉の方に移動させながら編んでいくことになります。それでは編んでいきます。まず輪の作り目をします。左手の2本の指に2回毛糸を巻きつけます。一度右手に持ち替えて、毛糸玉につながっている糸を左手にかけます。輪の部分を親指と中指で挟んで持ってください。かぎ針を持ってきます。輪の中に針を入れて、糸をかけて輪から引き出します。もう一度針に糸をかけて、かぎ針にかかっているループから引き抜きます。これで輪の作り目ができました。立ち上がりの鎖編みを1回編みます。鎖編みの編み方は、針に糸をかけてループから引き抜く。これが鎖編みです。立ち上がりの鎖編みが編めました。細編みを6回編みます。細編みの編み方は、輪の中に針を入れて糸をかけて引き出します。もう一度針に糸をかけて2本のループから引き抜きます。これが細編みです。最初の細編みを編めたらマーカーをつけておきます。マーカーはこのようにかぎ針の一番近くにある V 字に見える部分につけておいてください。今細編みを1回編めたので、
残り5回細編みを編んでいきます。輪の中に針を入れて糸をかけて引き出します。もう一度針に糸をかけて2本のループから引き抜きます。これで2回編めました。残り4回編んでください。編んでいる途中でビーズが近づいてきてしまったら、このように毛糸玉の方にビーズを移動させて編み進めていってください。細編みを6回編めました。6回目に編んだ細編みにもマーカーをつけておきます。真ん中の輪を引き締めます。針にかかっている糸を少し引き出して針を抜いておきます。糸端を引っ張ると真ん中の2本の毛糸のうちどちらか1本が小さくなります。真ん中に注目しながら糸端をゆっくり引っ張ります。小さくなった方の糸を引っ張ります。この部分をしっかり引き締めておかないと後で中心が緩んでくることがあるので、糸が切れない程度にしっかり引き締めておきます。十分引っ張ったらもう一度糸端を引っ張ります。この時も十分引っ張っておいてください。これで真ん中の輪を引き締めることができました。かぎ針を戻します。針に糸を戻すときは、糸端を引っ張ったとき、動く方の毛糸が針の手前に来るようにしておきます。最初の目に引き抜き編みをします。マーカーがつけてある一番最初に編んだ細編みのところに引き抜き編みをするということです。マーカーが通っているのと同じところに針を入れます。マーカーを外してマーカーがついていたのと同じところに針を入れます。糸をかけて今針にかかっているすべてのループを引き抜きます。これが引き抜き編みです。これで1段目が編めました。2段目を編みます。立ち上がりの鎖編みを1回編みます。細編み2目編み入れるを6回編みます。細編み2目編み入れるというのは、1つの目に対して2回細編みを編んで目を増やしていくということです。一番最初は前の段の最後で引き抜き編みをしたところに編んでいきます。目の場所が今回非常に分かりにくいのですが、糸の部分をよく見て目を探していただくか、どうしても目の場所がよくわからないという場合は、編む回数が合っていればそれほどどこに編むかは重要ではないので、目の数を数えながら編んで、動画と目の数が同じになるように編んでいくのをおすすめします。では最初の目は引き抜き編みをしたこの根元の部分のところに編んでいきます。細編み2目編み入れるなので、この場所に2回細編みを編みます。最初の細編みを編んだらマーカーをつけておきます。もう一
一度同じ場所に細編みを編みます。これで細編み2目編み入れるが1回編めたということになります。次の目にも細編みを2回編んでください。これで細編み2目編み入れるが2回編めました。残り4回、全部で6回編んでください。一番最後の6回目の細編み2目編み入れるを編むのは前の段の最後の目のところです。このマーカーがついているところが6回目になります。ここにも細編みを2回編みます。2回編めたら最後に編んだ目にマーカーをつけておきます。これで細編み2目編み入れるが6回編めました。最初の目に引き抜き編みをします。このマーカーがついているところに引き抜き編みをしてください。これで2段目が編めました。3段目を編みます。立ち上がりの鎖編みを1回編みます。細編み1回、細編み2目編み入れる1回のセットを6回繰り返し編んでいきます。まずは細編みを1回です。最初の目は前の段で引き抜き編みをしたところ、この鎖編みの根元のところに編んでいきます。目の場所がどうしてもわからない場合は、目の数が合っていれば大丈夫ですので、数を数えながら編んでいってください。では、根元に最初の細編みを編みます。段の一番最初の目を編んだら、マーカーをつけておいてください。細編み1回編んだので、次の目に細編み2目編み入れるを編みます。同じ目に細編みを2回編むということです。これで細編み1回、細編み2目編み入れる1回のセットが1回編めました。これと同じものをあと5回、全部で6回編んでいきます。ではもう1セット編んでみます。次の目に細編みを1回、その次の目には細編み2目編み入れるなので、1つの目に細編みを2回編みます。これでまた1セット編めました。全部で6回編んでください。一番最後の目は前の段の最後のマーカーのところに編んでいきます。一番最後は細編み2目編み入れるです。一番最後に編んだ目にはマーカーをつけておきます。これで細編み1回、細編み2目編み入れる1回のセットが6回編めました。最初の目に引き抜き編みをします。3段目が編めました。4段目を編みます。立ち上がりの鎖編みを1回編みます。細編み1回、細編み2目編み入れる1回、細編み1回、
のセットを6回繰り返し編んでいきます。まずは細編みを1回です。前の段で引き抜き編みをしたところに針を入れて細編みを1回編みます。段の一番最初に編んだ目にはマーカーをつけておきます。次の目は細編み2目編み入れるです。そして次の目に細編みを1回です。これで細編み1回、細編み2目編み入れる1回、細編み1回のセットが編めました。これと同じものをあと5回、全部で6回編んでください。もう1セット編んでみます。まずは細編みを1回、次の目に細編み2目編み入れる、同じ目に細編みを2回編むということです。そしてその次の目に細編みを1回です。これでまた1セット編めました。全部で6回繰り返し編んでください。一番最後の目は前の段でマーカーをつけた目に編みます。一番最後は細編みになります。最後の目にマーカーをつけておきます。これで細編み1回、細編み2目編み入れる1回、細編み1回のセットを6回繰り返し編めました。最初の目に引き抜き編みをします。これで4段目が編めました。5段目を編みます。立ち上がりの鎖編みを1回編みます。細編み3回、細編み2目編み入れる1回のセットを6回繰り返し編んでいきます。一番最初は前の段で引き抜き編みをしたところに編みます。まず細編みを3回編んでいきます。最初の目を編んだらマーカーをつけておきます。今細編みを1回編んだので残り2回細編みを編みます。1つの目に対して1回細編みを編むのを3回繰り返すという意味です。次の目にも細編み、その次の目にも細編みです。これで細編み3回が編めました。次の目に細編み2目編み入れるを編みます。これで細編み3回、細編み2目編み入れる1回のセットが編めました。これをあと5回、全部で6回繰り返し編んでください。もう1セット編んでみます。まず細編みを3回です。次の目に細編み、その次の目に細編み、その次の目にも細編みです。細編みを3回編みました。そしてその次の目に細編み2目編み入れるです。これでまた1セット編むことができました。全部で6回繰り返し編んでください。一番最後の目は前の段でマーカーをつけた目に編んでいきます。一番最後は細編み2目編み入れるです。
細編み2目編み入れるが編めたら、一番最後に編んだ目のところにマーカーをつけておきます。最初の目に引き抜き編みをします。これで5段目が編めました。6段目を編みます。立ち上がりの鎖編みを1回編みます。細編み2回、細編み2目編み入れる1回、細編み2回のセットを6回繰り返し編んでいきます。まずは細編みを2回です。最初の目は前の段で引き抜き編みをしたところに編んでください。細編みを1回、段の最初の目にマーカーをつけておきます。細編みを1回、これで細編み2回が編めました。次の目に細編み2目編み入れるです。1つの目に2回細編みを編みます。そしてまた細編みを2回です。次の目に細編み、その次の目にも細編み。これで細編み2回、細編み2目編み入れる1回、細編み2回が編めました。これを全部で6回編んでください。もう1セットを編んでみます。まず細編みを2回です。次の目に細編み、その次の目にも細編みです。細編み2回が編めました。次の目に細編み2目編み入れるです。1つの目に細編みを2回、そして細編みを2回編みます。次の目に細編み、その次の目にも細編みです。これでもう1セット編むことができました。全部で6回繰り返し編んでください。最後の目は前の段でマーカーをつけてある目に編みます。最後は細編みです。一番最後の目を編んだらマーカーをつけておきます。最初の目に引き抜き編みをします。これで6段目が編めました。6段目まで編み終わった時の直径はだいたい7センチ程度です。それではここから側面の部分を編んでいきます。側面の部分でビーズを編み込みながら編んでいきます。ビーズを入れる位置は特に決まりはありませんので、自由な位置で編み込みながら編んでいってください。また、ビーズを編み込むと、編み地の裏面の方にビーズが来るようになります。ですので、ここから先は編んでいる時、自分の方に向いていない方が外側になるように編んでいくことになります。動画と同じようなやり方で編んでいけば問題ないので、難しく考えずに動画と一緒にやっていけば大丈夫です。では、側面の1段目を編みます。立ち上がりの鎖編みを1回編みます。細編みを1回編みます。
前の段で引き抜き編みをした根元のところに編んでください。細編みが編めたらマーカーをつけておきます。鎖編み8回、5目飛ばして6目めに細編み1回のセットを5回繰り返し編んでいきます。まずは鎖編みを8回編みます。鎖編みを8回編みました。次に5目飛ばして6目めに細編みを1回編みます。前の段の目をよく見て、1、2、3、4、5目飛ばして6目めのところに針を入れて細編みを1回編みます。これで鎖編み8回、5目飛ばして6目めに細編み1回が編めました。では次の鎖編みを編むときにビーズを編み込んでみたいと思います。何目めのところで編み込んでも構いません。まずは鎖編みを2回編んで、次の目でビーズを入れてみたいと思います。寄せてあったビーズの編んでいる方に近い一粒をかぎ針の近くまで移動させます。ビーズを近くまでギュッと寄せて、この状態で鎖編みを編みます。編んだら少し糸を引き締めて、ビーズがしっかり入ったことを確認してください。これで鎖の3目めにビーズが入った状態になりました。あと5回鎖編みを編みます。これで鎖編み8回編めました。5目飛ばして6目めに細編みを編みます。1、2、3、4、5、6目めのところに細編みです。これでビーズを入れて編むことができました。好きな位置にビーズを入れていただきながら、鎖8回、細編み1回のセットを全部で5回編んでください。5回繰り返し編み終わりました。5回繰り返し編んだ後は、この段が残り5目になっているはずです。最後に鎖編み4回、長々編み1回を編みます。まずは鎖編みを4回編みます。鎖編み4回編みました。段の最初の目に長々編みを編みます。段の最後の目ではなくて、この段の一番最初の目のここに編んでいきます。この場所を覚えておいてマーカーを外します。長々編みを編みます。針に2回毛糸を巻きつけます。段の最初の目に針を入れて、
糸をかけ引き出します。針に4本糸がかかっている状態になりました。糸をかけて針先から2本のループを引き抜きます。糸が3本になりました。糸をかけてまた針先から2本分だけ引き抜きます。最後にもう一度糸をかけ残った2本のループを引き抜きます。これが長々編みです。これで1段目が編めました。このマーカーはもう使用しないので外しておいていただいて構いません。2段目を編みます。立ち上がりの鎖編みを1回編みます。細編みを1回編みます。この空間の部分に針を入れて細編みを1回編んでください。細編みを編んだら少し引っ張って引き締めておくときれいに仕上がります。細編みを編んだらマーカーをつけておきます。鎖編み8回、前の段の鎖編みのスペースに細編みを1回のセットを5回繰り返し編んでいきます。また好きなところでビーズを編み込みながら編んでいってください。まずは鎖編みを8回です。鎖編みを8回編みました。前の段の鎖編みのスペースに細編みを編みます。この部分のことです。隣の鎖編みのスペースの下に針を入れて細編みを1回編んでください。細編みを編んだら糸を引っ張って引き締めておくときれいに仕上がります。これと同じものをあと4回、全部で5回編んでください。もう1セット編んでみます。まず鎖編みを8回編みます。8回編んだら隣の鎖編みのスペースの下に針を入れてここに細編みを1回編みます。細編みが編めたら少し引っ張って引き締めておくときれいに仕上がります。これで2回編めました。全部で5回編んでください。5回繰り返し編み終わりました。最後に鎖編み4回と長々編み1回を編みます。まず鎖編みを4回です。鎖編みを4回編みました。この段の一番最初に編んだ細編みの頭に長々編みを編みます。マーカーを外します。長々編みを編みます。針に2回糸を巻きつけて、この段の最初の細編みに針を入れます。糸をかけて引き出して、糸をかけて2本引き抜きます。糸をかけて2本引き抜きます。もう一度糸をかけて残った2本も引き抜きます。
これで2段目が編めました。編んでいるとき、自分の方に向いている面は内側になります。これはビーズを編み込むと、編んでいるときに自分の方に向いていない面にビーズが出てくるようになるからです。なので、いつもは自分の方に向いている面が外側になるように編んでいくと思いますが、今回だけ特別に自分の方に向いている面が内側になるように編んでいってください。3段目からは2段目と同じ編み方を繰り返して編んでいけば OK です。好きな高さになるまで2段目と同じ編み方を繰り返して編んでいってください。私は7段目まで編んでいこうと思います。それでは3段目を編みながら簡単に編み方をおさらいしていきます。まず立ち上がりの鎖編みを1回編んで、根元にあるこの鎖編みの空間の部分に針を入れ、細編みを1回編みます。細編みを編んだ後は少し引っ張って引き締めておくと良いと思います。最初に編んだ細編みにマーカーをつけます。鎖編みを8回編みます。8回編んだら隣にある鎖編みのスペースのところに針を入れて細編みを1回編みます。細編みを編んだ後は少し引っ張って引き締めておきます。また鎖編みを8回編みます。今度は途中でビーズを入れてみたいと思います。ビーズを入れたいところまで編んだら、ビーズを針の近くまで移動させます。そしてこの状態で鎖編みを編んで、編めたら糸を引っ張って引き締めておきます。これでビーズを入れることができました。残りの鎖を編んで、隣の鎖編みのスペースのところに針を入れて細編みを編みます。これを段の終わりのところまで繰り返していきます。最後の部分は鎖編み4回、長々編み1回を編みます。まず鎖編みを4回編んで、この段の一番最初に編んだ細編みのところに長々編みを編みます。これで3段目が編み終わりました。編んでいるとき、自分の方に向いている面が内側になるようにして、お好きな段数編んでいってください。7段目まで編み終わりました。それでは持ち手の1段目を編んでいきます。まずは立ち上がりの鎖編みを1回編みます。細編みを8回編みます。今毛糸がつながっているところの根元にある鎖編みのスペースに4回、その隣の鎖編みのスペースに4回、合計で8回細編みを編んでいきます。ではまず
この根元の鎖編みのスペースに4回細編みを編んでいきます。最初の1回を編んだらマーカーをつけておいてください。残り3回同じ場所に細編みを編みます。4回細編みを編みました。隣の鎖編みのスペースにも4回細編みを編みます。全部で8回細編みが編めました。8回目の細編みのところにマーカーをつけておきます。マーカーをつけました。鎖編みを25回編みます。この鎖編みの長さが持ち手の長さになりますので、持ち手の長さを変えたい方は鎖編みの数を増やしたり減らしたりして調整してください。ペットボトルなどを入れると持ち手の部分が伸びて長くなりますので、短めに作っておくのがおすすめです。それでは25回鎖編みを編んでいきます。25回鎖編みを編み終わりました。この次にまた細編みを編みますが、この糸が出ている根元のスペースの隣の隣、このスペースのところに編んでいきます。それでは細編みを編んでいきます。毛糸がつながっている鎖編みスペースの隣の隣から編んでいきます。まずはこのスペースに4回細編みを編みます。最初の1回を編んだらマーカーをつけておきます。あと3回同じスペースに細編みを編みます。4回細編みが編めました。隣のスペースに細編みを4回編みます。これで合計8回細編みが編めました。8回目の細編みにもマーカーをつけておきます。マーカーをつけました。鎖編みを25回編みます。反対側の鎖編みを編んだ時に数を変えた方は、その数と同じ数だけ鎖編みを編んでください。では鎖編みを25回編みます。鎖編みを25回編み終わりました。一番最初の目に引き抜き編みをします。この段の一番最初の目を編んだ時、マーカーをつけてあるはずですので、その目に引き抜き編みをしてください。
これで1段目が編めました。1段目を編み終わるとこのような状態になっています。このままだと持ち手が細くて心配なので、もう一段編んで持ち手を太くしていきます。持ち手の2段目を編みます。立ち上がりの鎖編みを1回編みます。細編みを8回編みます。次のマーカーのところまで細編みを編むとちょうど8目になります。一番最初の目は前の段で引き抜き編みをしたこの根元の部分に編んでください。一番最初の細編みを編んだらここにマーカーをつけておきます。残り7回細編みを編んでください。8回目の細編みはマーカーがついている目に編んでください。8回細編みが編めました。引き抜き編みを25回編みます。前の段で鎖編みを編んだところに引き抜き編みを編んでいくということです。鎖編みの真ん中に針を入れて引き抜き編みを編みます。これを25回繰り返して編んでいきます。鎖編みの真ん中に針を入れて引き抜き編みを編みます。もし鎖編みに針を入れるのが難しい、どこに針を入れたらいいかわからないという場合は、細編みを編む方法でも構いません。鎖編みの下に針を入れて細編みを編んでいきます。これで25回細編みを編みます。引き抜き編みを編んだ時と細編みを編んだ時では仕上がりの感じは変わってきますが、鎖編みを強化するという意味ではどちらでも大丈夫なので、やりやすい方や仕上がりが好みな方で編んでいってください。では25回引き抜き編みを編んでいきます。25回引き抜き編みを編み終わりました。マーカーがついている目の一つ手前まで引き抜き編みを編んだ状態です。細編みを8回編みます。次のマーカーからその次のマーカーの目まで細編みを編むとちょうど8目になります。8目目はマーカーがついている目に編みます。細編みを8回編み終わりました。引き抜き編みを25回編みます。先ほど鎖編みに引き抜き編みを編んだ時と同じように一つの鎖に1回ずつ引き抜き編みを編んでください。引
き抜き編みを25回編み終わりました。一番最初に編んだ目に引き抜き編みをします。一番最初の目にはマーカーがついているはずなので、その目に引き抜き編みをしてください。これで2段目が編めました。糸始末をします。糸を切る前に鎖編みを1回編んで、針にかかった糸を引き出して、糸が10センチから15センチほど残るようにカットします。糸をカットしたら糸端を引っ張って、最後に編んだ鎖編みが小さくなるようにしておきます。こうすると最後の部分に結び目ができるので、最後がほどけにくくなります。糸端をとじ針に通します。糸端をとじ針に通しました。内側になる方に何度か針を入れて、糸端を編み地の中に入れていきます。針を入れる場所に決まりはありませんので、入れやすそうなところに入れてください。余った糸はカットします。これで糸始末ができました。編み始めのところに出ている糸端も同じように糸始末しておいてください。これで完成です。お疲れ様でした。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。これからも編み物に関する動画をたくさんアップしていく予定ですので、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。またねー。